はあ、美味しいお茶ね。やっぱり日本人はお茶よね。こうしてると、古代からの日本の心を感じるわ。おいおい弥生さん。また、日本人の心、か？なんよ、悪いの？縄文時代から続く伝統よ。実はな、ずっと変わらない日本人、って感覚、科学的にはちょっと怪しい部分があるんだぜ。どういうこと？日本列島の歴史は、実は激しい移民、と根血、そして言語の入れ替わり、の歴史なんだ。言語の入れ替わり？日本語はずっと日本語でしょ？ふふん。今日はその常識を覆すある学者を紹介するぜ。彼の名は、マーク・ジェームズ・ハドソン。英国出身の考古学者だ。イギリス人？日本の研究をしてるの？ああ。彼は日本の内側にある思い込みをバッサリ切るんだ。考古学、言語学、遺伝学を駆使して日本の正体に迫る。なんだか手厳しそうだけど興味あるわね。今日の解説を聞けば自分のルーツの見方が変わるぜ。望むところよ。詳しく教えてちょうだい。まずはマーク・ジェームズ・ハドソンの経歴から見ていこうか。彼はイギリス生まれ。ロンドン大学東洋アフリカ研究学院で学び、ケンブリッジ大学で修士号を取得している。その後、オーストラリア国立大学で博士号を取ったんだ。エリート街道まっしぐらね。専門は何だったの？東北アジアの考古学、特に日本が中心だ。驚くのはここからだ。彼は20年以上日本に住んでいた。そんなに長く？ずっと研究で？岡山大学、筑波大学、西九州大学で教えていた。西九州大学では人類学の教授も務めたんだぜ。さらに静岡県の富士山世界遺産センターでも教授をした。富士山の研究まで。日本人より日本に詳しいんじゃ。現在はドイツのマックス・プランク人類史科学研究所にいる、最先端の人類学の研究機関だ。まさに世界を股にかける研究者なのね。彼の研究スタイルは、分離融合、が特徴だ。分離融合？どういうこと？遺跡を掘る考古学に、遺伝学や言語学を足す。骨とか DNA とか言葉とか全部使うってこと？そうだ。一つの分野だけじゃ見えない真実を暴くためにな。これを考古言語学と呼んだりもするぜ。その集大成とも言えるのが1999年の名著だ。Ruins of Identity 直訳するとアイデンティティの遺跡。なんだか意味深なタイトルね。副題は日本列島における民族形成だ。この本は米国アジア研究協会から賞ももらっているすごい本だぜ。民族形成って日本人は最初から日本人でしょ？それこそがハドソンが一番批判している点なんだ。日本の多くの学者は連続性を強調しすぎる。連続性？ずっと繋がってるってこと？そう。縄文時代から日本人は日本人だった、みたいな物語だ。違うの？教科書でもそんな感じだけど。ハドソンはそれを孤立主義的な物語、と呼ぶ。日本列島は閉ざされた楽園じゃなかったんだ。実際は、大陸からの激しい人の移動で作られた国だ。作られた国？それが民族形成ってこと？そうだ。自然発生したんじゃなく歴史の中で形成されたんだ。じゃあ、具体的にどうやって日本人ができたのか見ていこう。キーワードは二重構造モデル、だ。何それ？ 2 階建てみたいな？これはもともと、萩原和郎という人類学者が提唱した説だ。ハドソンはこれを最新データで支持し、強化している。まず、1万年以上続く縄文時代の人々がいる。彼らは狩猟採集民で北東アジアの古いタイプだ。そこへ紀元前1000年頃、大陸から新しい集団が来る。弥生人ね。お米を持ってきた人たち。そう。この二つが混ざって今の日本人になった。まあ、それはよく聞く話よね。問題はその比率、だ。弥生さん、どっちが濃いと思う？半々くらい？仲良く暮らしたんじゃないの？残念、実は圧倒的に弥生人渡来系が多いんだ。現代の本土日本人の遺伝子は約80から90%が渡来系由来だ。縄文人はたったの1割。そう。縄文の遺伝子は10%から20%しか残っていない。ほとんど入れ替わっちゃったのね。ハドソンはこれを農業による植民、と捉えている。農耕民は人口が増えやすい。数で圧倒したんだな。ただし例外がある。沖縄と北海道だ。沖縄の人々は、縄文の血を25%程度受け継いでいる。そしてアイヌの人々も縄文の系統を強く残している。列島の端っこに古い層が残ったってことね。これが二重構造、だ。中心部は塗り替わったんだ。でも、それって平和的に行われたの？いい質問だ。ハドソンは暴力の存在も指摘している。骨に残る外傷を調べると弥生時代に争いが増えている。やっぱり、お米と土地をめぐって争ったのね。彼は暴力の世界史に関する本で日本の事例も書いているぞ。
農耕の導入は、必ずしも平和な文明開化じゃなかったんだ。厳しい現実ね。でも言葉はどうなったの？ここからがハドソンの真骨頂、考古言語学の話だ。彼は農業言語拡散仮説を支持している。また難しい言葉、わかりやすく言ってよ。農業が広まるときに、言葉も一緒に広まる、という説だ。つまり、お米を作る人たちの言葉が広まったってこと？その通り、ハドソンはこう推測している。紀元前1000年頃、朝鮮半島から九州へ水田稲作民が渡ってきた。彼らが話していた言葉が日本語の祖先だ。じゃあ縄文人が話してた言葉は？少なくとも西日本では消えてしまった。ほぼ完全に置き換わったんだ。言葉まで乗っ取られちゃったのね。縄文語の名残は、地名の一部やアイヌ語に残る程度かもな。現代の日本語は、弥生時代の移民の言葉がベースなんだ。さらに彼らは、その前の段階、韓国語の起源も研究している。お隣の国の言葉？それも農業と関係あるの？ああ。韓国語の祖先は、吉備、雑穀、と共に来た。満州の溶河という場所から南下してきたんだ。お米じゃなくて吉備だったのね。紀元前1500年頃に朝鮮半島へ吉備農耕と韓国語の祖先が入る。その後、紀元前1000年頃に稲作と日本語の祖先が日本へ。つまり、日本語と韓国語は親戚ってことになるの？トランスユーラシア語族、という大きなグループの仲間だという説だ。ハドソンはこれを2021年のネイチャー誌で発表して話題になった。ネイチャー？あの超有名な科学雑誌？そう。ロベーツという言語学者らとの共同研究だ。彼らが使った手法がトライアングレーション、だ。トライアングル？三角関係？三角測量、という意味だ。三つの視点で事実を確定する。一つ目は考古学。農具や作物の遺跡の移動を見る。二つ目は遺伝学。古代人の DNA の混ざり具合だ。三つ目は言語学。言葉の共通点や分岐年代だ。この三つが、見事に一つのストーリーを示したんだ。文系と理系の最強タッグって感じね。言語学だけで語ると偶然似ただけ、と言われるが、DNA と農耕の証拠も合うなら否定するのは難しい。グーの音も出ないわね。科学の力、恐るべし。実際、現代日本人の父系遺伝子は異染色体の O 系統は、大陸から来た農耕民の遺伝子そのものなんだ。認めざるを得ないわね。私たちのルーツは大陸にあると。さて、理論だけじゃない。ハドソンは現場も知る人物だ。現場って、実際に掘るの？ああ。特に沖縄県の宮古島での調査が有名だ。宮古島、いいわね。バカンス気分で調査？とんでもない。長場遺跡、という遺跡を9年も掘ったんだ。2005年から毎年だぞ。かなり過酷な現場だ。そこで彼らは、大量の人骨からある病気の痕跡を見つけた。病気？骨だけでわかるの？骨が変形する病気ならわかる。フランベジア、という感染症だ。フランベジア？初耳だわ。熱帯地方特有の病気で別名、イチゴ種、とも言う。これが宮古島で見つかったのは世界最北端の例と考えられている。つまり、宮古島は熱帯の文化圏と繋がってた？その可能性が高い。南方からの影響があったんだ。じゃあ、やっぱり住んでたのは南方系の人たちだったの？と、長い間そう思われていた。だが、DNA は違う答えを出したんだ。違う答え？どういうことよ？ 2021年の論文で、長場遺跡の人骨のゲノム解析が行われた。その結果、彼らは台湾由来のオーストロネシア系、ではなく、実は、北から来た縄文系、だったことが判明したんだ。嘘でしょ？あんな南の島まで縄文人が行ってたの？そうなんだ。縄文人の広がりは予想以上に広範囲だったんだぜ。でも、今の沖縄の人たちは農耕をしてるわよね？その後、近世に入る前に遺伝子の入れ替わり、が起きた。本土と同じく、農耕と言語を持った弥生系の遺伝子が入ってきたんだ。つまり宮古島でも、遅れて民族形成が起きたってこと？その通り。農耕と言語がセットで広まる説が、ここでも証明されたのさ。日本列島は、朝鮮半島だけでなく、南の島々とも交流していた。北から南からいろんな人が来てたのね。ハドソンはこれを海洋ネットワーク、と呼ぶ。島国だからこそ、海を通じて世界と繋がっていたんだ。孤立してるどころか玄関だらけの家みたいね。さて、最後にハドソンの現代社会への警告を紹介しよう。警告？何か怒られるの？彼は環境考古学の視点からある神話を批判している。日本人は昔から自然と調和し、仲良く暮らしてきた、という話。それは本当でしょ？里山とか、エコなイメージよ。ハドソンはそれをエコネイティビズム、と呼ぶ。日本人は特別に自然に優しい、というのは幻想だとね。
幻想なの。縄文人はエコだったんじゃないの？実際は資源を取り尽くしたり環境破壊も起きている。縄文的な生活は、エコというより環境の制約の結果だ。どんぐりを食べていたなどの状況を美化しすぎていると。さらに、古墳時代のような権力と不平等の時代を、このエコ神話は無視しがちだと批判している。様々な論文や著書の中で、この問題を鋭く論じているぜ。痛いところをつくわね。都合のいい歴史を見てたのかも。ハドソンの研究をまとめると、日本は特別ではない、となる。世界の他の地域と同じように移民、混血、環境変化があった。特別じゃないと言われるとちょっと寂しいけど。でも、それが人類の歴史、そのものなんだ。外部からの視点で、科学的に日本の成立を解き明かした。これがマーク・ジェームズ・ハドソンの最大の貢献だと言えるな。私たちが何者か、少しだけ分かった気がするわ。自分たちのルーツを知ることは未来を考えることにもつながる。マックス・プランク研究所での彼の研究に今後も注目だ。今回は勉強になったわ。お茶がもっと美味しくなりそう。縄文と弥生のブレンド茶ってところだな。今回の解説はここまでだ。面白かったら高評価頼むぜ。チャンネル登録もよろしくね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。